宇宙には感情はない。だから宇宙は完璧なんだ。これはスウェーデン映画シンプルシモンの冒頭で、主人公シモンがつぶやく言葉です。シモンは物理と SF が大好きな18歳の青年。完全な円形のものが好きで、予測不能なハプニングが大の苦手。彼は宇宙の静寂に憧れながら、騒がしい地球で懸命に生きています。こんにちは、精神科医のドクターリエです。私は普段クリニックで中学生から大人までを診察しています。臨床経験をもとに専門知見をまとめた本、大人の発達障害と映画で知る関連疾患を2024年6月に出版しました。この本では ASD 自閉スペクトラム症や ADHD などの特性を映画というレンズを通してわかりやすく解説しています。今日は私が大好きな映画シンプルシモンの主人公シモンを通して ASD の特性を医学的な視点からお話ししていきますね。物語はこう展開します。ある日シモンを唯一理解してくれていた兄のサムが恋人に振られて落ち込んでしまいます。兄が塞ぎ込むことでシモンの完璧なルーチンも崩壊してしまいました。兄さんに新しい恋人ができればまた元の生活に戻れるはずだ。そう考えたシモンは科学的なデータと独自の論理を駆使して兄にぴったりの完璧な恋人を探すミッションを開始します。第1章 ASD は病気のスイッチなどないグラデーションで見るスペクトラム。まず最初にすごく大事なことをお伝えしたいんです。ASD って皆さんが思ってる病気とはちょっと違うんですよ。例えば糖尿病。これって血糖値とかヘモグロビン A1C っていう数値が基準を超えたら糖尿病、超えなければ正常ってはっきり線引きできますよね。血液検査という客観的なデータがあるから。でも ASD は違うんです。ASD っていうのは白黒はっきりしておらず、グラデーションで表現されるんです。実は私たち全員が持っている特性の濃度が濃い状態なんですね。例えば毎朝必ずコーヒーを飲まないと落ち着かないとか、人混みの騒音がうるさいとか、これ誰にでもありますよね。ASD の人たちはそのこだわりや感覚の強さが虹のグラデーションみたいに連続してて、その濃さゆえに日常生活で困ってしまうっていう状態なんです。だからスペクトラム、連続体って呼ばれてるんですね。シモンと私たちの間に人間としての壁があるわけじゃない。ただ世界の感じ方の感度とかチャンネルがちょっと違うだけなんです。第2章、シモンに見る3つの特性。じゃあ映画の中でシモンが見せる行動を医学的な三大症状から見ていきましょう。1、対人関係の難しさ。まず1つ目が社会的コミュニケーションの障害。映画の中でシモンは落ち込んでいる兄のために新しい恋人を探してあげようとするんですね。その方法がもう独特。街行く女性に突然声をかけて質問リストを突きつけるんですよ。身長、年齢、趣味。それが兄と何%一致するか、数学の公式みたいにチェックしていくんです。君の性格はサムと何%一致するか。シモンにとって恋愛も相性も計算可能なデータなんですね。相手が不快に思っているとか困惑してるっていう表情とか声のトーンとか、そういう非言語的なサインが彼のレーダーには映らないんです。これ彼が冷たい人間だからじゃないんですよ。脳が感情っていう曖昧な情報よりも事実や論理を優先して処理するスタイルを持っているから。悪気がないからこそ彼の直球は周囲を戸惑わせてしまうんですね。2、こだわりの強さ。2つ目がいつもと同じであることへの強烈なこだわり。シモンの生活は分刻みのスケジュールで管理されています。毎週火曜日はタコス、金曜日はピザ。しかも形が完全な円形じゃないと食べないんです。なんでそこまでって思いますよね。でも想像してみてください。もしあなたが言葉の通じない異国に放り出されて、いつ何が起こるかわからない状況に置かれたとしたら、シモンにとっての世界はまさにそういう場所なんです。常に予測不能な不安に満ちてる。その中で唯一自分がコントロールできる秩序、
がルーチンなんですね。兄の恋人が家を出て行ってスケジュールのバランスが崩れた時、シモンはパニックを起こします。彼にとっての変化は単なる予定の違いじゃなくて、世界の重力が失われるほどの緊急事態なんです。3. 感覚過敏。そして3つ目が感覚過敏。映画の中でシモンがドラム缶みたいなロケットの中に引きこもるシーンがあるんですが、これがすごく象徴的。私たちにとっての普通の生活音とか街の光って ASD の人たちにとってはアンプで増幅されたノイズとか目に突き刺さるような刺激として感じられることがあるんです。脳のフィルター機能が私たちとは違って全ての情報をダイレクトに受け取ってしまうんですね。シモンが宇宙に憧れるのはそこが静寂の世界だから。地球上はあまりにうるさくて眩しくて予測不能な刺激にあふれてる。彼がロケットに逃げ込むのは情報の洪水から脳を休ませてカオスから身を守るための彼なりの防衛本能なんです。これを単なる引きこもりと捉えるか感覚の避難所と捉えるかで周囲の対応は大きく変わってきます。第3章、大切なのは理解。映画の後半、シモンは大きな壁にぶつかります。完璧な数値データに基づいて選び抜いた理想の恋人候補が必ずしも兄を幸せにするわけじゃないっていう現実。愛とか幸せは物理の方程式では解けないんですよね。数値化できない曖昧なものこそが人と人をつないでいる。その事実に直面したとき、シモンは少しだけ変化を受け入れるんです。医学的な診断や治療ももちろん大切です。でも本当に必要なのはシモンを変えて普通にすることじゃないんですよ。シモンの兄サムがそうしたように彼のロケットの扉を無理やりこじ開けるんじゃなくて、彼がなぜロケットに入らなきゃいけないのか、その理由を想像すること。今日は火曜日だから丸いタコスを食べよう。そうやって彼のルールを尊重しつつ、少しずつこちらの世界の手触りを伝えていく。糖尿病の治療が血糖値を管理することだとしたら、ASD との共生はお互いの心地よいルールの妥協点を見つける果てしない対話のプロセスなんです。映画のラストシーン、シモンが見せる表情は彼が彼なりの方法で世界と折り合いをつけた証なんですね。私たちも日々の暮らしの中で自分だけのこだわりとか譲れないルールを持っていますよね。理解されない孤独を感じて自分だけの殻に閉じこもりたくなる夜もあるはずです。そう考えればシモンは遠い宇宙から来た異邦人じゃないんです。彼もまた私たちと同じグラデーションの地平に立って不器用にでも懸命に他者という未知の惑星と交信しようとしている仲間なんですよ。もしあなたの周りにシモンのような人がいたら、あるいはあなた自身の中にシモンがいると感じたら、どうかその変わった行動の奥にある切実な理由に思いを馳せてみてください。彼らが求めているのは治療じゃありません。宇宙には感情がないけれど、地球には君がいるからまあ悪くないかな。そう思えるようなささやかで温かい受信基地の存在なんです。今日の動画が心に刺さったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。